右も左も靴屋があります。Hello。なんかもらった。おお。Thank you。アサラムアライクン。お水買ってほしいと YouTube 教えてくれて。KANTA。Yeah, this one. This. おお、サブスクライブ。Oh, yes, okay. Thank you so much。はいはいはい。どうも皆さんこんにちは、原カンタです。現在はイラクのクルド人自治区ドホークに来ています。国を持たない世界最大の少数民族と呼ばれるクルド人、トルコ、シリア、イラク、イランにまたがって生活をしており、国家を持たない民族であることが特徴です。その中でも唯一イラクにおいてクルド人は自治区を持っています。今回はクルド人自治区のドホークを歩きながら、現地ではどのような暮らしが営まれているのか、ぜひ最後までご覧ください。高藤さん、本日もよろしくお願いします。今私たちがいるドホークとはどういう場所でしょうか？イラクの一番北にあるクルド人自治区のドホークという町で、ほぼほぼクルド人の人たちなんですけど、ここはもうたくさんの難民、それからイラク国内避難民を受け入れてきた町の一つなんですね。今もシリア難民の方やイラク国内避難民の方がたくさんいる町です。はい、わかりました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今いるですね、ドホーク、クルド人自治区のドホークはイラクの中でね、一番北にあります。で、昨日までいたですね、イラクの中心部の首都のバグダッドとか、それからですね、ファルージャ、ラマディ、過去の動画をねご覧いただければと思いますけれども、そういった地域に比べるとですね、ドホークは一番北にあるので比較的温度は低いです。これでも多分何度ぐらいかな、お昼のね、今1時に撮影してるんですけれども、30度ちょっとかな。暑いに変わりはないんですけれども、まずね、空気が乾燥しているので、日本のような蒸し暑さっていうのは全然ないですし、日陰に入るとね、結構ね、心地よい風が吹いて、比較的撮影はしやすい印象ですね。バグダッドとか南部の人たちとか、特にね、一番暑い夏の時期、7月とか8月とかになると気温がもう50度を超える日が続くらしいです。なので比較的お金を持っている人たちは避暑地としてドホークに来ることが多いみたいですね。ただ避暑地といっても、そういった時期にもね、気温は40度いってるらしいので、日本で言ったらね、東京で真夏37、8度になって、避暑地で軽井沢に行って25度ぐらいとかありますけれども、このイラクではね、40度を超える地域が避暑地として使われているみたいです。このクルド人自治区もですね、イスラム教でいうとスンニ派の方たちが暮らしているエリアですけれども、比較的ね、この地域に関しては、宗教も、少しなんていうんですかね、そこまで厳しくないみたいで、結構女性たちもね、このクルド人自治区に関してはヒジャブとかそういう肌を隠すものをですね、あまり使わずに出歩いている方たちも多いです。バグダッドは比較的そうですね、そういう女性見ましたけども、ファルージャとかラマディとかそういった地域はね、非常にですね、宗教が厳しくて保守的な地域だったので、かなり女性たちも肌を隠してたんですけれどもね、このクルド人自治区に関しては比較的西洋の影響とかも強いみたいで、肌を隠さずに歩いてる方たちもすごく多いですね。ここは私たちもよく来る人気のローカルレストランで、はい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 、ケバブを、イラクのつくねみたいなやつ。そうですよね、イラクだと羊の肉。こんな感じで、おー、すごいすごい。ちょっとサラムアライクン、こんな感じでちょっとね、反射して少し見にくいかもしれないですけれども、ケバブを作っています。すごいなんかみんなカメラ向けても全然嫌がらないというか、すごい笑顔で対応してくれるので大好きですよね、写真撮られるの。串がすごい長いんですよ。こっちからよく見えるかな。串がめちゃくちゃ長くて、今ラムだけどディジャージミリーシケ聞こえてない。ミリーシケミリーシケなんだっけ、チキン。はいはいはいで、こはっちが赤い方がラム。イスラム教、クルド人もイスラム教ですよね。だから豚肉は食べないですよね。Can I enter？ ちょっとじゃあ見ますか、せっかくなんで。なんかおじちゃんが中入る、見に来いって言ってくれたんで、作ってるところいいですか？おー、ありがとうございます。いや、すごい、見て見てって。アサラムアライクン。おー、ケバーブ。Can I enter？ OK。中入って通れって言われたんで、いいのかな。キッチンキッチン。おー、Thank you so much。 すごい、ケバブを焼いてるところです。うわー、すごい火力ですね。ケバーブ。ケバーブ。おじさんめっちゃ汗かくね。すごい豪快ですよ。おー、いい匂いがします。肉の焼けるすごいいい匂いですね。
Very nice. Thank you. スパース。あ、こっちも取れって。おお。すごい早い。切るのうまいですね。Very very good。お、こっちも取れって。いろんな具材がありますね。マカロニかな。Instagram? Okay, okay. I'll show you my Instagram later. Okay. Yes, this is YouTube. YouTube. Yes. まあいろんな野菜がありますね。きゅうりとか赤キャベツ、向こうにはピクルスとかもありますし、あれはオリーブかな、トマトとか、まあこういったものもね、前菜として出すのかな。 OK、 Thank you very much。 スパース。お、こっちも取れてOK、 Thank you so much。 Thank you。 いや、まさかの厨房に入って取れって向こうの人から言われましたね。今まで足を運んできたアフリカの国とかだとあんまり経験したことがないですね。 YouTuber にとってはめちゃくちゃありがたい国ですね。現地の人たちがすごい撮影に協力的なので。今はですね、ドホークのダウンタウン繁華街ですねにやってきました。現地でスークと呼ばれるマーケットですね、お店がたくさん集まっているマーケットにやってきました。はい、こんな感じですごいね、長い通りがずっと続いていて、その右にも左にもですね、お店がたくさん並んでいます。この辺りは靴屋さんがすごいたくさんありますね。右も左も靴屋があります。 Hello、 I'm a YouTuber from Japan。 この辺は靴のゾーンでしたね。よいしょ。こっちの方はスマートフォンがすごいたくさんありますね。右も左も全部スマートフォンです。インフィニックスっていう中国かなメーカーとか、あとはやっぱイラクはね、韓国がすごいね進出しているので、サムスンとか、こっちもサムスンですね。いやー、ものすごい数のスマートフォンがあります。この辺は iPad かな、アップルのマークがあったりとか、すごいたくさんのお店がありますね。いやー、なんか現地の人たちもたくさん買い物出てますし、いろんなお店があって見てるだけでめちゃくちゃ楽しいです。もうちょっと中の方に入ってきました。この辺はHow are you? I'm okay. I'm a YouTuber from Japan. You're welcome. You're welcome to Dohuk. Thank you so much. I love the Hawk. I love you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you。 ナッツ屋さんとかもありますね。いろんな種類のナッツが売ってますね。結構ね、この辺り、ちょっとね、今あえて映してないんですけどね、ストリートチルドレンなのかな、子供たちからちょっとお金をくれとかいうふうに言われたりとかすることがありますね。さっきも女性の方がちっちゃい子供をね抱えながら、石鹸買ってくれないかみたいな感じで、物乞いというか物売りですね。やっぱり人が集まるエリアだから、おそらくですけれども、なんか物乞いをする人たちとか、貧困層の人たちもこういった場所集まるんじゃないかなと思います。この辺はナッツとかがたくさんありますね。すごい、お菓子類か、すごいいろんな種類のお店があって、見てるだけ楽しいです。やっぱね、今まで行ってた国に比べると撮影がすごいしやすいですね。結構現地の人たちも YouTuber かとか言ってきて、さっきのおじさんみたいにね、声をかけてくれる人がいたりとか、映像撮ってとか写真撮ってっていう風に言われることもあるので、撮影は比較的しやすいですね。この辺は何だろう、床屋さんがあったりとか、あと CD ショップかな、サングラス屋さんとか。Hello。この辺は財布とかスマートフォンケースとかアイスクリームとか持ってます。この辺もアイスクリームだ。クルド人自治区、クルド人に対するイメージ、ここまでの動画でね、なんか変わったりとかしてますかね。街とかも歩きやすいし、やっぱすごいいろんなお店もあるし、やっぱ発展してますね。イラクって聞くとなんかこう戦争とかのイメージを持つ人も多いかもしれないですけど、すごい経済も安定してるし、もうちょっと見ていこうと思います。今ですね、撮影の許可ももらって、お店の中撮影してるんですけれども、石鹸屋さんです。すごくないですか。こっちの棚とかも全部石鹸で、向こうのね方までぐわーっと石鹸がたくさんあって、この辺とかがね、日本でも売られてると思うんですけれども、アレッポ石鹸ってね聞いたことありますかね。ちなみに今お昼の時間帯で外ではアザーンが流れています。聞こえるかな、また聞こえると思うんですけど、お祈りを知らせるアザーン。はい、ちょっとこのイスラムの雰囲気を感じてもらいながらね。で、シリアのアレッポ、一時期はね、シリア内戦の時は本当激戦地って言われてましたけれども、アレッポ昔から石鹸がすごい有名で、こっちの方とかも全部石鹸が並んでてすごいですね。
高藤さんシリアのアレッポも行かれたことあるんですよね。ありますね。内戦前ですけど、はい、シリアのアレッポの石鹸問屋街、本当にもう床から天井まで石鹸で、石鹸の壁みたいなお店がずらーって並んでて、すごい圧巻な。わあ、ここでも圧巻ですけど、ね、本場に行ったらもっとすごい。最近の傾向としてはパッケージがおしゃれになってきてる。確かに確かに。数年で日本でも人気ですよね、あれ。そうですね。お土産としても良さそうなんで、せっかくだから買っていこうかな。せっかくなんでね、日本でお世話になっている方々に今シリアのアレッポの石鹸を小分けのやつたくさん買おうと思います。How much is one piece? 1000 1000一つ1000イラクディナールなんで、だいたい100円ぐらいですね。全部で6000イラクディナールなので600円ぐらいか。ちょっと今細かいのがないんでね、25000イラクディナールで払おうと思います。2500円札、はい、袋もすごいおしゃれですね。中東感があっていい感じです。ちなみにクルドの言葉でありがとうはスパースっていうので、アラビア語だとねシュクランって言いますけれども、ここはクルド人自治区なので、アラビア語話す人もたくさんいるんですけど、スパースありがとうお伝えします。はい、シリアのアレッポ石鹸買いました。この辺りはね一番の繁華街ということで、人の出が多いんですけど、印象的なのは女性も結構多いですね。クルド人自治区、クルド人の方たちはイスラム教のスンニ派を信仰している人たちが多いんですけれども、イスラム教ねやっぱ結構女性は保守的な地域になると、女性は基本的に専業主婦っていう感じになって家の中にずっといる方も多いみたいです。この前行ったねファルージャとかラマディとか、そういった地域は結構ねイスラム教の保守的な方たちもすごく多いので、あんまり街中で女性を見かけなかったりとか、あと女性が外に出ててもニカブというですね、もう目だけしか出さないっていう、他の肌は全部隠してどういった容姿をしているのかっていうところを見せないような方が多かったんですけれども、この辺りはですね女性もあまりそういうニカブとかヒジャーブのような肌を隠すものを使わずに、普通になんだろうな、欧米というか西洋的な容姿をして外に出てるっていう方もすごく多いですね。はい。なんかもらった。おお、スパース。なんか今コロッケみたいなやつをもらったんで、ファラフェルですね。はい、バグダッドも食べましたけど。うまい。ヨコ豆のコロッケ。美味しい。バグダッド食べたやつも美味しかったけど、ここもさらに美味しいです。うまい。お昼ご飯は通りを歩いてる時に見つけたシャワルマ、シリア風といって、これ僕の大好きなガーリックマヨネーズも添えられてますけれども、サンドイッチかな。日本だとケバブ結構近いかなとは思うんですけれども、こっちはシャワルマと呼ばれていて、今日はシリア風のものを食べようと思います。食レポは散々やってきたんで、今日はここは割愛しますけれども、まだもっとねこの後歩こうと思っているので、これを食べてエネルギーチャージしたいと思います。今回ねこのお店でシリアタイプのシャワルマを食べたんですけれども、シリア系のシャワルマ、中東のサンドイッチは細長いパンが使われていたりとか、あとはガーリックマヨネーズが使われている点が特徴なんですね。でやっぱりその背景に過去の難民としての生活が関係しているみたいで、つまりイラクの人たちがイラクが荒れている時に難民としてシリアに逃げていて、でその逃げた先でこういったシリアタイプの食事があるんだってことに気づいた人がイラクに戻ってきて、こういうお店をやってるっていうことが多いみたいです。で他にもねすごい人気のレストランが、イタリアに難民として逃げていたって方がイタリアで本場のピザを食べてイラクに戻ってきてからピザ屋を経営するみたいな、そういったこともあるみたいで、もちろん難民としてね生活大変な方が多かったけれども、難民として逃げた先で新たな食文化に触れて、で母国に帰ってきてそこで学んだことをこういったお店をやるっていう方も結構多いみたいですね。っていう風に撮影してたら子供たちが寄ってきましたね。アサラムアライクン、お水買ってほしいと。仕方がないな。 YouTube Facebook should Yeah, I'm a YouTuber. Yes. YouTube 教えてくれって。KANTAHARA なんたはら。Yeah, this one. This. Oh, subscribe. yes, okay. Thank you so much. Okay. Thank you. Spas. Thank you. ここはケーキ屋さんですね。見た目が、そして色がなかなかすごい。これもケーキみたいです。テントウムシケーキ。こっち側は羊とかアリの絵が描いてあるケーキですね。
ね。色合いはかなり鮮やかですね。味はちょっとねトライするお腹の余裕がないんであれですけれども、見た目はすごい綺麗です。でもこの辺とかね結構ね甘そうだけど、まあまあ美味しそうですね。すごい種類のスパイスが売ってますね。あとは多分ナツメヤシとかドライフルーツですね。いろいろ売ってますね。この辺があんずとかですね。レーズンとか、この辺がサフランライスに使われるやつかな。カモミールとか、この辺全部花です。バラとかいろいろありますね。すごい色鮮やかで綺麗です。PCP のプロジェクトでレジンを作ってるんですけど、この中に入ってるのは実はこの地元で採れるカモミールをカモミールを中に入れてるんですね。これが PCP が作っているアクセサリーで、その中にこのカモミールを入れてるんですね。綺麗な黄色のなんかこう真ん中の花芯っていうのかな、それとか花びらがこういうドライにしてるとこうちょっと粉々になるんですけど、逆にそれがラメっぽくていいんじゃないっていうことになり水に入れてます。でもう一つこれのピンクバージョンがあるんですけど、それはこのピンクローズをこういうふうに乾燥させて入れて、それ日本で販売してるんですか？予定です。これから販売するっていう感じですね。6月から6月からネットショップとか買えるんですか？ネットショップで売るつもりです。あとポップアップストアでもやろうかな。ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、よろしく。ちょっと奥の方に入ってきました。わー、光がすごいな。この辺は金属系のものがいっぱい売ってますね。これは銅製品、はい、コーヒーの日本でもなんか喫茶店とかでアイスコーヒーとかに入れるのあるじゃないですか、はい、銅製品のマグカップ、こういうのがここで、すごい綺麗ですね。キンキラキン、これですね、はい、これでコーヒーをアイスコーヒーすっごい冷たいんですよ。確かになんかしっかり冷えそうな、はい、これで温まりにくそう。ビールとかどうですか？いいですね。おしゃれ。キャンプでどうですか？はい、いいですね。これの銅製品のやつでこういうパンとかね、お生焼き焼いたりとか、キャンプで大活躍。なんか結構私の勝手な偏見かもしれないですけれども、中東の人たちこういうキンキラキンのものがすごい好きな。偏見でありません。キンキラキンが大好きです。大好き。好きな色は金色です。皆さん。なるほどなるほど。ドバイとかもすごいですよね。ゴールドが集まって。目がチカチカしてます。はい。今ですね、紅茶が飲める通りのお店があると聞いたので、せっかくなんでね、一杯チャイを飲もうかなと思います。We are from Japan. 今横にいる方からね、ここ座っていいよって言われて、このピザをいただきました。もうね、イラクね、もういろんな人たちがいろんなものをねくれるんで、水も食べ物も本当にね、もうずーっとお腹いっぱいです。チャイが来た。チャイが来ました。こんな感じの通りでチャイを飲もうと思います。今チャイのお金を払おうとしたら、もうこの隣にいるお兄さんたちが全部出してくれたみたいです。こういうのめちゃくちゃ多いんですよね。なんかお金払おうとしたら、もう俺が払ってよとか、お金いらないよってお店に言われてとか、いろんな場所で現地の人にご馳走してもらってます。スパースおー、いい音。国を持たない世界最大の民族であるクルド人。今回はイラク北部のクルド人自治区ドホークを歩き、現地のありのままの暮らしを見てきました。皆さんからのコメントが今後の動画作りの励みになります。ぜひ今回の動画を見た感想をコメント欄で聞かせてください。海外で活躍する日本人や大手のメディアでは知れない世界の実情をもっと知りたいという方、ハラカンタの YouTube 活動を応援していただけないでしょうか。ハラカンタの海外取材は、ハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。もし、ハラカンタの活動を支えてくださる方がいらっしゃいましたら、ご無理のない範囲で構いません。マンスリーサポーターになっていただけないでしょうか。一口1000円からご加入いただけます。少しでも興味のある方、概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページをご覧ください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。